こんにちは、CX です。今回はサウンドピーツさんよりおすすめの製品ということで、サンプル品の提供を受け視聴の機会を得ました。以前の Air 5 Pro は 1DD のみのフルレンジドライブでしたが、今回の製品は複数ドライブ搭載のハイブリッド構成となります。最近は発売されるワイヤレスイヤホンの数も多く、覚えきれない今日この頃です。皆さんはどうですか？ということで、今回の製品はサウンドピーツのワイヤレスイヤホン H3 です。仕様を見ていきます。Bluetooth チップはクアルコム製の QCC3091 を搭載。Bluetooth バージョンは 5.4 です。Bluetooth オーディオコーデックはご覧の通りです。Bluetooth 接続での音質品質に抜かりはないといった感じです。ドライバーの構成は 12mm 系のダイナミックドライバーに加えて2つのバランスとアーマチュアの合計3つのドライバーによる駆動となります。大口径のダイナミックドライバーと2つの BA による音色がどのようなものなのか気になるところです。パッケージを見ていきます。Air 5 Pro のパッケージと同様な白色基調に製品画像のデザインですが、パッケージのサイズはでかいです。開封の仕方は Air 5 Pro とは異なるようで、本命の化粧箱は外枠パッケージからスライドさせて取り出す仕組みです。こんな感じです。そして取り出した化粧箱は手前から後ろに向けて開くタイプのものとなっています。本体の登場です。こちらは付属品一式を入れられた小箱となっています。内容物は本体、充電用コード、イヤピース、紙類です。付属品の充電ケーブルから見ていきます。ケーブル被膜はナイロン製のようなチープに感じる素材で、ついてしまった曲がり癖はすぐには治りそうにないタイプです。この価格帯あたりではよく見かける感じに思えます。イヤピースは丸型の一般的な仕様のものかと思います。程よくコシがあり、耳によくフィットしてくれそうな期待感があります。サイズは5種類用意されているので、サイズに困ることはなさそうです。本体を見ていきます。ケースは上蓋がスモークのスケルトンタイプの仕様となっています。そしてケース下側は細かい凹凸のあるマットなブラックとなっています。境目になる部分には金色にメッキされたアクセントが添えられています。前後にプレートのように見えるゴールド文字の化色が施されています。高級感を感じさせるには良い演出に思います。スモークのスケルトンの蓋は H3 がゴールド色なだけに目立たせる演出に一役買っています。ケースの外観はこんな感じです。
H3 を見ていきますが、まず保護フィルムを剥がしていきます。フェイスプレートは左右で同じパーツを使用しているように思います。筐体は透明なスケルトンで覆われていて、内部構造がよく見えるような作りとなっています。デザインは Air5 Pro などの形とは違い、有線イヤホンの耳掛けタイプの形になります。そしてノズルの対面にゴールド用の出っ張りがあるデザインとなっています。この突起デザインが耳にフィットするのか邪魔になるのか興味深いところです。ノズルは筐体一体型ではなく金属製のノズルとなっています。そしてイヤピースを取り付ける部分にはローレット加工が施されています。いかにもイヤピースのホールド性が上がりそうな仕様に思えます。触ってみた感じでは見た目通りイヤピースがくるくる回ることなくホールドしていました。イヤピースの取り付けは問題なく装着できます。機能について、設定管理用アプリ P2 オーディオの画面を見ていきます。ノイキャン外音取り込みに対応しています。ホワイトノイズの発生は外音取り込みで若干感じられました。Bluetooth オーディオコーデックの切り替えは LDAC を有効にするかしないかが選択できます。LDAC を有効にするとマルチポイント機能が連動してオフ設定になります。別の機種で LDAC プラスマルチポイント設定で試す機会がありましたが、途切れと遅延の連続でとても視聴できる状態ではなかったので、そういう現象の考慮からこのような制御になっているように思えます。 EQ 関連の機能、その他機能群といった感じになります。使用感について、 H3 を耳に装着した感想は良い感じにホールドしてくれます。気になっていた例の突起形状ですが、自身の耳形状には何ら問題なく収まってくれる感じです。そして見た目で筐体の厚みが結構感じられ、外側に傾きそうなイメージを連想しますが、装着してみるとそのような不安は感じられず、耳でのホールド感は良好です。タップ操作はタッチ面積が大きいため押しやすく感じました。反応も遅延を感じることなく操作できる印象でした。音質について、音色の特徴としては低音は口径が大きい効果で余裕を感じる鳴り方に感じます。特に重低音帯域の音圧を感じる部分では口径の力で鳴らしている分 EQ で落とすことができるので、密閉型特有のこもった音の感じは薄れます。中音域は若干物足りなさを感じるため EQ で中音高域を少し上げたいと思うところです。高音域は BA の効果で 1dB より音数は多く感じますが、
期待感が課題だったのか、予測していたほど中音高域帯から高音域帯が前に出てくる感じは少ない印象でした。その帯域の EQ による補正は低音域の変化に比べると調整範囲は少ないように感じました。全体的には低音域に特徴があり、高音は少し控えめに感じる音色特性に思います。まとめると、筐体デザインが耳掛けタイプの有線イヤホンと同じ形状になるので、普段そのタイプの有線イヤホンを使い慣れている身としては違和感なく取り扱え、その上、時に煩わしく思えるケーブルがなく、ケーブルの自重で引力の存在を感じることもなく、ワイヤレスイヤホンの軽快さを感じられました。機能は充実していて、Bluetooth オーディオコーデックも LDAC、aptX アダプティブともに対応しているので、抜かりなしといったところでしょうか。音は低音域が魅力的であるものの、高音域は堅実にまとめられていて、高音域の繊細さは少し寂しく感じる印象といったところでした。コストパフォーマンスとしては悪くないと思います。